こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、パール不足を解消すべく、3つ目の要塞掘り当てに着手したところまでです。鶏問題は、解決済みと考えていいの？はい。鶏の出身地はともかくとして、卵の出身地が地下である、ということだけは確かですから。それは確かに確かね。なんかエンダーマンの声が近いんです。上に掘ってみます。いたー。声が近かった割に、結構上の方まで掘ってみて、やっと見つけた感じです。おお、久々にエンダーパールゲットです。これで必要なのは残り4つね。降りてきた感じだと、それほど高さなかったですね。もしかして今まで、登るときは距離感がつかめてなかったのかも。おお、見失ってた2匹目の鶏発見。そうそう、スイカの種では鶏が追ってくるとサイトに書いてあった件なんですが、英語表記を見てみたら、1.7.4 の2日後にリリースされた PE 版のバージョンでは、スイカの種に追随しなかったバグが修正されたと書かれていました。英語がきちんと読めているかは、やや自信なしですけど。つまり、サイトの記載がバグの絡みで混乱してたってことかな。そういうことと思います。それにしても、地下で鶏が手に入るようになったのは、メリットあったかしら。食料はもう十分だし、矢はインフィニティ狙ってるのよね。エンチャントが出なかった場合は嬉しいですよ。でもそれだけでなく、もし砂糖とリンゴが入手できれば、鶏の存在はかなり大きくなります。村人農民の取引で、鶏肉を要求されても積まなくなりますから。それ大きいの？村人農民を、リンゴを取引するまで育てられるはずですからね。そうなれば村人量産が現実味を帯びてきます。でも、弱化ポーションをいっぱい作るのは難しいんじゃない？数体をいっぺんに弱化できるはずですので、あまり数はいらないんです。さて、9分ほど採掘しながらレールを敷いていたところです。うお、またいた。声が近いですね。またも、結構上に掘ったんじゃないかな、というところにいました。おお、またゲットです。どうしたの？急にサクサク探せるようになったの？もしかしたら、エンダーマン探しのコツがつかめたかもしれないです。大きめな声がした時、ほぼ真上の方向に掘ったらあっさり見つかるんですよ。さて、採掘再開してすぐなのですが。またいますね。もしかして、エンダーマンラッシュ来た？同時に数匹はいたのかもしれませんね。いました3匹目。おお、またパールゲットです。さすがにロストが怖いので、リスポーン拠点に戻りますよ。で、そろそろ卵を産んでいると思うので寄り道します。よしよし産んでる。卵もまたゲットです。さて拠点に戻りました。パールはもう8個目。あと残るは2つだけです。さて、要塞掘り当て作業に戻ります。こんなところにチューリップが咲いてました。白と桃色のようです。桃色は初めてゲットです。やっとリスポーン拠点から625歩目の地点まで来ました。ここからは右に90度曲がって145歩進みます。もうすぐ要塞生成エリアね。
ようやく目標のポイントに到着です。ここからさらに16階層登ります。メモの地図では、黄色の星の位置です。16階層上に移動したら、黄色の矢印の方向に採掘していきます。さて16階層上まで着きました。ここから直線距離では最大512歩分掘っていきます。さて15分ほど掘り進んだところですが、廃坑の突き出た峡谷を掘り当てました。あちこちに廃坑があって、かなり進みづらいです。黄色い花、今はタンポポですね。今のところ一番よく見かけます。次は土が敷き詰められた空洞を掘り当てました。雑草が生えててくれてなくて残念です。さらに進んだら明るい峡谷をぶち抜きました。溶岩や流れる水に金鉱石と、景色は非常に綺麗なんです。やっている作業は単調で結構大変なんですが、あと、毒蜘蛛が湧かないかと気が気でないです。それから1分進んだところです。ついに掘り当ててしまいました。超怖いです。これは絶対いるわね。実は、今までのプレイで廃坑探索した時は、雲の声がする方向は全部封鎖してきているんです。そういえば、今まで毒蜘蛛見なかったわね。すべて回避してきました。つまり、これが初の毒蜘蛛遭遇です。とりあえず、回り込んで松明置く作戦で行ってみます。かなり前のバージョンなんですが、ハードコアプレイで毒蜘蛛スポーン攻略してたら、何度も瀕死にされた挙句にやられたことがあるんです。毒蜘蛛強すぎじゃないかと思うんですが。うわぁ。どうしても毒を食らわずに倒すのが難しいんです。あれ？あと数秒？こんな早く毒が切れるの？昔のバージョンでは一撃で瀕死にされた気がするんですが、記憶違いでしょうか？昔は古いノートパソコンでプレイしてたんだし、カクカクしてて操作しづらかったのもあると思うわよ。それはあるかも。ともかく、この毒蜘蛛は正直弱いですね。難なく制圧できてしまいました。今まで何を怖がっていたんだろう。というか、新しいパソコンすごいです。それから20分進みましたが、生成エリアの端っこまでついてしまいました。ここまで掘って、3つ目の要塞が見つかりません。いろいろな可能性を考えてみたのですが、ともかく、一旦印の位置まで戻って作戦の練り直しです。今更ですが、実は前に2つ目の要塞を掘り当てた時から、ちょっと嫌な予感がしてたんです。ポータル生成の付近を掘り当てると思ったら、掘り当てたのは要塞の端でしたからね。とりあえず、目印の位置まで戻ってきました。試しに、今まで採掘してきた道を、曲がり角2つ置きに32歩ずつ左に掘ってみます。まだきちんと再計算をしてないですが、2つ目の要塞を掘り当てた時に左方向にずれていたので、その補正の意味で試し掘りしてみます。途中、廃坑でチェストを見つけました。おお、かぼちゃの種ゲットです。これでジエンドのエンダーマン対策もバッチリです。とはいえ、このパソコンでプレイするなら案外かぼちゃいらないかもと思ったりします。その後30分で32歩ずつ採掘する作業が終了。結局要塞は見つかりませんでした。きちんと計算づくでないと、3つ目の要塞を掘り出すのは厳しいようです。目的のパールはそこそこ集まってしまったし、今回はひとまず断念します。まあ仕方がないわね。さて、帰り道なのですが、またエンダーマンの声がするんです。
30秒で発見しました。2匹いますね。つくようなとある通が、これで残り1つとなってしまいました。なんとあっさり。では今回はこの辺で。ではまたね、バイバイ。